アーミーにとって1年に一度しかない推しの誕生日はとても大切な日ですよね。今回は BTS 戦いるスケールに驚いたメンバーへのプレゼントをお届けします。世界の BTS は戦いるイベントも規模が別次元で驚くエピソードばかりでした。戦いるとは K-POP アイドルのファンになると戦いるという言葉をよく耳にしますよね。戦いるとは日本で誕生日を意味し、韓国では好きなアイドルの誕生日の時には盛大に戦いるを祝うのが主流。韓国のソウルで若者が集まる街の本では K-POP アイドルの戦いる広告の聖地とも言われており、駅や街頭に広告が飾られていたり、カフェでは戦いるイベントが行われていたりと、日本では考えられないほど盛大に祝われているのです。韓国ほどではないですが、日本でももちろん戦いるを祝うことができ、東京の新大久保や大阪の鶴橋などのコリアンタウンでは、連日戦いるイベントで盛り上がっていますよね。スケールに驚いたメンバーへのプレゼントを紹介。BTS の戦いるはやはり別格で、世界中のファンたちが各国で驚きのスケールでイベントを開催していたり、コンサートで感動的に祝ったりと、アーミーの愛を感じるものばかり。そんなエピソードをメンバー別にご紹介します。ジン。2021年12月3日に LA で開催された BTS Permission to Dance on Stage LA の最終日に12月4日に30歳の誕生日を迎えるジンの戦いるサプライズが行われました。それはジンのソロ曲ムーンをかたどったカバーをアミボムやスマホにかぶせるというサプライズで、ライブに参戦したアーミーたちが用意したものだったのです。ライブ当日にそのサプライズを見たジンは目に涙を浮かべとても喜んでいましたよね。そして翌日の誕生日にジンからアーミーへのサプライズでソロ曲スーパーツナがリリースされました。ジンはこの曲を聴きながらアーミーが僕を見て思う存分に笑って楽しんでほしいと語り、その通りにこのサプライズを受けたアーミーたちは大喜び。SNS ではスーパーツナチャレンジが行われるほど話題になりました。シュガは今年2022年3月9日に誕生日を迎え、翌日3月10日に BTS Permission to Dance on Stage ソウル初日が行われました。そこでまたアーミーたちがシュガへ戦いるサプライズをプレゼント。シュガをイメージした猫のうちわを会場で配布し、ステージにいるシュガへアピール。今回のソウルコンでは感染症対策で歓声を上げることができず、うちわを振ることでしかお祝いできなかったですが、その様子を見たシュガはとても嬉しそうな笑顔を見せていましたよね。そしてシュガの故郷テグでも戦いるが毎年祝われています。戦いる広告やカップホルダーイベントが多数開催されており、マップまで作られているほど盛大。シュガペンの方たちは戦いるを祝うためこぞってテグを訪れ聖地を巡るそう。ソウルなどの都会で戦いるイベントが開催されるのはよくあることですが、故郷でここまで盛大に祝われているのは大スターの証ですよね。J-HOPE の誕生日を祝う戦いるイベントは他のメンバー同様に世界中で開催されており、今年2022年2月18日には日本でも各地で戦いる広告や街頭モニター、タワーのライトアップなどが行われました。年々 J-HOPE の戦いるイベントも規模が大きくなっており、今回は札幌テレビタワーが紫にライトアップ。企画したアーミーが当日 YouTube でその様子をライブ配信してくれ、現地を訪れることができないアーミーたちも見ることができたのです。そして J-HOPE は今まで何度も寄付活動をしており、2021年の自身の誕生日に障害を持つ児童のために公演金1億5000万ウォン、日本円で1400万円を寄付したことが分かりました。今までに何度もいろんな団体に寄付をしている BTS メンバー。
その行動に感銘を受けたアーミーたちは、メンバーのセンウィルにお祝いとして寄付活動をすることが多くなっているそう。彼らの存在がどれだけ世の中の支援につながっているかがわかりますよね。BTS のリーダー RM のセンウィルも盛大に祝われており、なんとニューヨークのタイムズスクエアにセンウィル広告が大々的に流れたのです。大画面で流れる RM のかっこいい姿に釘付けになってしまいますよね。タイムズスクエアでセンウィル広告が流れるのは大スターの証で、BTS のファンダムの大きさに驚かされました。そして2021年の RM のセンウィルにメンバーのジンが自転車をプレゼント。2021年9月13日のブライブで嬉しそうにジンにもらった自転車を自慢している RM の姿が、ジンヒョンが僕に自転車をくれるなんてとても感動していましたよね。ジンはいつもレンタル自転車に乗っている RM を見て不憫に思いプレゼントしたそう。さらに BTS はメンバーのセンウィルブライブに突入することもしばしばあり、毎回仲睦まじい姿を見せてくれます。2020年の RM のセンウィルブライブにはジン、シュガ、J-HOPE、ジミン・ジョングクが登場し、彼ららしい騒がしくもあり、楽しい配信となっていました。ジミン。2021年9月にジミンのセンウィルを祝うために、中国のファンダムがなんと自民飛行機なるオーダーメイドの専用機を用意したのです。9月1日から11月30日まで3ヶ月間運航することになった自民飛行機は、ダイナマイトとバターの写真と誕生日を祝うメッセージで装飾されていました。そして、この自民飛行機は、機体はもちろん、特別製作された航空券と自民の紙コップが、韓国内のすべての航路で提供され、まさしくハッピー、自民、デイをイメージされた作りになっていたそう。さらに、中国のアーミーは、自民の誕生日10月13日に、ニューヨークのタイムズスクエアと、イギリスのザ・タイムズに、全面カラーのビジョン広告を掲げるなどし、大きな注目を集めました。桁違いのスケールでセンウィルを祝われている BTS ですが、中でも、テテのセンウィルイベントの規模がやばいと、毎年話題になりますよね。2021年12月30日のテテの誕生日は、ちょうど BTS が長期休暇に入っていたため、センウィルブライブなどはなかったのですが、ソウルは街中がテテのセンウィルで賑わっていました。そして、テテ本人も休暇中にお忍びで自分のセンウィルイベントに足を運んでいる様子をインスタグラムに投稿。イベントに訪れ、楽しそうにはしゃいでいるテテを見て、アーミーたちも大満足だったのではないでしょうか。そして、テテのセンウィルイベントで一番驚いたのは、ドバイにある世界一高いビル、ブルジュ・ハリファで、ビジョン広告とテテのソロ曲に合わせた噴水ショーが行われていたことですよね。とても迫力満点で、網ボムを持ったアーミーたちがたくさん見に来ていました。なんと、こちらの広告料は1000万円を超え、しかも広告条件も厳しく、個人の名前だけで出せたのは今までにテテだけだそう。さすが、世界の BTS にもなると、やはり規模が違いますよね。ジョングク。昨年2021年9月のジョングクの誕生日に韓国ソウルに流れるハンガンにセンウィルを祝うクルーズ船が登場。その船には I love JK の文字が載せられており、BTS の楽曲を流しながら運航していたのです。このクルーズ船は中国のアーミーたちがジョングクのセンウィルを祝うためにファンの間で出資を募り実現したイベントでした。そして、その様子が SNS で拡散され、ハンガンに多くのアーミーが集まり見守ったそう。今回、このクルーズ船と1万4000カ所にセンウィル広告を出すために募った金額は、日本円で1億円を超えたそうで、その規模に驚きました。そして、ジョングクを含め、
BTS のセンウィルを祝うイベントは年々増加しており、毎回億単位の金額が動いているとのこと。クルーズ船の他にも、ビジョン広告、ラッピングバスタワーライトアップなど世界各国でセンウィルイベントが開催され、エッフェル塔にまで、ジョングクのセンウィル広告が、ジョングクは世界規模でお祝いされていることがわかりますよね。まとめ、いかがでしたでしょうか。今回は BTS メンバーのセンウィルにファンから贈られたプレゼントをご紹介しました。そのスケールの大きさに驚きばかりでしたよね。そして、そんなアーミーからのプレゼントに喜ぶ BTS メンバーの姿に心がほっこりしました。2022年の彼らのセンウィルも楽しみです。